いや、ホーチミン暑くなってきました。皆さんこんにちは。突然ですが皆さん、こちら知っていますか？ベトナムの5万ドン紙幣でございます。日本円で言うとね、だいたい300円の価値があるベトナムの5万ドン紙幣なんですけどもね、今回やる企画はですね、この5万ドンでね、ベトナムで何が食べれるんだということをね、やっていきたいと思います。皆さんが知ってるね、ベトナムの有名なね料理からね、私が厳選したベトナムの超ドローカル料理までね、いろんな料理をね5万ドン以内でねご紹介できたらと思っております。私が歩いてるこの通りもですね、もう日本人の観光客の方は一切ね足を踏み入れないようなねとこ、すごいこれもらってってもいいかな、ジャックフルーツです。今回ね、私このエリアに来たのはね理由がございましてね、第0食目ということでね、ベトナムといったら皆さん何ですか？その通りです、バインミー。こちらにね40年もやってるねこの有名なバインミー屋さんがありましてね、こちらで5万ドン飯0食目やっていきたいと思います。こちらの年季が入ってるお店でございます。こちらのお店ね、ちょっと今もう午後過ぎてるんですけども、朝とか夕方とか本当にねすごく混むお店でございましてね、この辺りバイクがすごく並ぶんですけれどもね、こちらの方で早速バインミー買いましょう。5万ドン。いや、こちらちなみに1個1万5000ドンのねシンプルなものを注文いたしました。こちらお釣り3万5000ドン返ってまいりました。本当にこのお店はねベトナムの人のねもう家計の味方でございまして、一番安くと1万ドンから食べれます。これ卵入りですね、素晴らしいです。もう毎日通いたいと思います。このバンミー早速食べに行きましょう。ここタンピンクっていうねちょっとローカルエリアなんですけど、この通りずらーっとねこういうカフェがね並んでまして、こういう木もあってね非常にね涼しくていいんですよ。こういうところでねカフェコーヒーを飲むっていうのも最高でございます。ベトナムのカフェはだいたいこういう食べ物持ち込み OK ですね。さっきいただいた3万5000ドンのお釣りで3万4000ドンのねバクシュー頼みます。こちらバクシュー3万4000ドンとなってます。これがねうまいんですよ。何度も私動画でねご紹介してますけどね、ミルクコーヒーよりもより甘いねものになってますからね、ここにたっぷりのこの練乳とミルクが入ってます。これ飲めばねおっさんも乙女になります。ありがとうございます。やっぱり皆さんメインのこの1万5000ドンのこのバンミーね、この紙がいいよ。またあちらの伝統のあるお店で何が中に入っているかと言いますと、こんな感じです。きゅうり、ここにねパテとあとマヨネーズがちょっと乗ってありますけどね、あとこの豚ハム、ちょっと手ですいませんね、なんだろう豚ハムっぽいもの、そしてここにチャーシューですね、で唐辛子とか、あと下にねこういう草が入ってますね。たっぷりでしょ、これだけ入って素晴らしいよね。有名なお店とかに行くとねバンミーでも6万ドンとか7万ドンしますけど、大体言うとまあ2万ドンぐらいでね食べられますね。ただここは1万5000ドンでいただきたいと思います。パンがパリパリで具もたっぷり、まだ具にねついてないです。たまにね安いバンミーだとちょろちょろって具が入って、あと胡椒とあと醤油みたいなので味付けしてるだけとかあるんですけど、ここねパテとあとマヨネーズっぽいやつが塗ってあって、ちょっとしか具食べてないけど味が濃い。うまい。これはあれだ、すごいわ。これ見て、これパテ見えます？私前にも同じようなこと言ってるんですけど、やっぱバインミーはねこの命はパテですよ。ここのパテをたっぷり塗れば塗るほど味が濃くなって深くなる。素晴らしい。
大満足。辛いの直接来ちゃった。すごい。これだけね、この値段で草が入っているところなかなかないですよ。最高だ。それでは皆さん、今回ね、この5万丼でね、いろんなものを食べていきたいと思います。それでは早速スタートしましょう。はい、皆さんこんにちは。ホーチミン、暑くなってきております。早速ね、1軒目行きたいんですけれどもね、今回行くお店はなんと8区です。遠い。こちら5区なんですけどね、この橋を渡ってね、8区の方行っちゃいましょう。はい、こちら8区の方ね、やってまいりましたけれどもね、そのお目当てのお店はね、もう細通りにあるんですよ。もう、あ、ここかな。一応確認しようかな。ここだ。このもうローカル感バッチシのこのお店でね、いただきたいと思います。これ見ての通りね、昔ね、ここね、1万丼とか1万5000丼でね、食べれたんですけどね、今ちょっと値上がりしてますね。それでもこの風球、このミートの風球がタプカム3万5000丼で食べれちゃいます。一番安いので2万丼。この橋の下にあるお店行きましょう。実は私ね、このお店ね、ずっと来たかったんですよ。で、実は去年ね、ここね、新しい住所かな、昔のね、住所の方に行ったんですけど、閉まっててね、発狂しましたね。8区までわざわざ来たのにってことでね。ただ念願のこのね、お店でね、この値段でこの晩餐が食べれる、最高で、私も非常にドキドキしてますからね。待ちましょう。おかみさんがね、早速ね、持ってきてくれました。この1品目、ニンニク、サテ、そしてね、このヌクマンもね、入れなさいということなんでね、私はまず入れずに食べます。こちらが晩餐ですね。この極太の米粉の麺見てください。素晴らしいね。この入ってるものはチャーカーですね。こちらと、あとは豚の血、そしてうずら。このスープいただきましょう。早速。そうしましたらいただきます。まずスープね、ニンニクが入ってね、非常に香りがいいですね。うめえ、うまい。もう飯入れたいよ、本当に。2合ぐらい入れたいね。これ見てください、この極太も。いただきます。そんなに弾力性はないんですけど、うどんに似てる。本当。スープはね、魚介の味で非常にこのさっぱりとして飲めますね。このチャーカー見てください、この具だくさん。チャーカーもいい。ちょっとおかみさんが来る前にちょっとサテ入れよう。入れてないじゃないかって言われるかもしれないんだよ。ちょびっとね。これが2万丼でしょ。前はだって1万丼とか1万5000丼だったわけだからね。おお、辛みも効いていいですね。もう豪快にね、頬張ってください。これ、この豚の血を固めたものも美味しい。で、2万丼にかかわらずうずらが2個も入ってるんですよ。私みたいだよ。うわ、うまっ。コスパ最高だな。ちょっとすいません、失礼します。こうやって飲みたいぐらいうまいね。このお店の中というか家だと思うんですけど、調理器具もそんななくてね、どうやって作ってるの、本当になんだろうな、キッチンでこう作ってる家庭的なこの料理だと思うんですけどね。これでこのうまさを出せるわけだから。いやマジで8区まで来たかいありました。これちょっと見えますか、これニンニクをちょっと揚げたねものが入ってますけど、あと玉ねぎですね。
もう汗が止まらない。次回ねご飯持参します。もう8区のこのローカルエリアでこれ晩柑を食べるっていうね、この昼下がり。もうね今2時近くなんでね、お客さんもいませんけどね、私の家に近かったらねもう週1で来ますね。もうなんだろう、どん兵衛ですね。豪快にね吸ってください。飲んでいくとちょっと酸味もありますね、このスープね。本当にニンニクがすごいわ。うわ、ごちそうさま。うわすごいわ。舌に胡椒、もう汗がすごいんですけど、舌に胡椒とかも溜まってて、この最後に飲んだこのスープの中にね、もう全てのこのフレーバーがね、味がグワーってきてね、私の胃にストーンと落ちましたよ。たまらんね。はい、そういったわけで早速この5万丼でお会計していきましょう。はい、ごちそうさまでございました。3万丼戻ってまいりました。1杯2万丼でございます。このうまさでこの量で2万丼は素晴らしいですね。でお会計した時におかみさんと話したら、以前はやっぱ1万丼でねこれ1杯売ってたみたいなんですけど、やっぱりいろんなものがこうね、原材料とかが上がってて2万丼にせざるを得なかったっていうことなんですけどね、2万丼でも素晴らしいよ本当に。ただこの場所ね、8区でね、もうよくわからない場所にありますからね、おかみさんにもぜひね移動していただきたい店をね。でちょっとね、観光客向けのね、このなんだちょっと下がねガチャガチャっとしてるんでね、ちょっとなかなかなんだろう、こう衛生的にこの気にする方はここで食べにくいかもしれないんですけどもね、2万丼でこの料理が食べれるこの8区のお店ね、ご興味ある方ぜひ来てみてください。あんまり外国人の方がねいらっしゃらないと思うんで、最初ねおかみさんとか店員の子供さんかな、すごい変な顔で見られたんですよ。お前地上げ屋かよみたいな感じで見られたんですけどね、話してったらねものすごいいい人たちでした。そういったわけで2万丼のこの晩柑から始まりましたけれどもね、早速また次の5万丼飯いきましょう。はい、皆さんこんにちは、また私です。はい、皆さんすごいお店を見つけました。私の大好き鶏飯屋さん、なんと3万3000丼、こちらでご飯食べたいと思います。もうねこんな感じで皆さん昼下がりすごい音楽が流れてくる中でねご飯いただきたいと思いますけれどもね、これがまたいいよ。これ下ちょっとねガチャガチャしてますけどね、これがやっぱり皆さんローカル店のいいところです。ちなみになんですけど、ここね人募集してます。おっさんにもチャンスがあります。カム川はね揚げ鶏なんですよね。ベトナムでもね非常に有名というか人気のね食べ物になってますけれどもね、私の大好物ですからね、3万3000丼で食べられるこのカムガ、期待しましょう。こちらが揚げ鶏カムガとなっておりますね。きゅうりをこう備えつつね、こちらのチャーハン黄色いですけどね、あとはこの皆さんメインの鶏肉でございます。いただきます。すごいよ、もう近所の人たちのこの笑い声がすごいわ。私も笑いたくなりますけどね、このつけだれかければかけるほど美味しいですからね。こういうものはね黙ってこの手でね掴んで食べてみてください。私はね汚したくないんで手をこれ使います。いただきます。熱々です。ジューシーでソースもねいいです。ウスターソースっぽいソースになってますけどね。でここの飯はねかなりこの
パサついてます。いい意味で。これもかけた方がいいな。きゅうりがいい。もう100個食べれるな。1月、旧正月前は非常に涼しかったんですけど、もうね、旧正月明け、3月ですけど、もう非常に暑さ戻ってきてますね。ただ外でね食べるのもね、トラックがすごいけども、この排気ガスと一緒にね、このご飯を食べるっていうのもね、いいよ。僕ぐらいになったらそんなもうこのガス気にならないですからね。そうそう、ガスと共に行きますから僕は。この田村屋さんって2度揚げしてますよね。ここも2度揚げしてて非常に美味しい。これは満足だわ。こういうところが一番うまいですよ。ちなみになんですけど、このねテーブルがガタガタしてすごい不安定なところに置いてあります。これがまたローカル店のいいところ。ただ難点はね、量が少ない。ふざけてます。ごちそうさまでした。こんな感じでね、スープもついてきますね。草だけいただきます。スープもね、ちょっとした薄味のスープになっててね、美味しい。食べてたら汗だくになりましたけどね。早速この5万ドンでお会計いたしましょう。はい、そういったことでお会計いたしました。3万3000ドン、1万7000ドンで戻ってきました。これでね、コーヒー飲み行きたいと思います。はい、3万3000ドンはね、破格の値段ですね。だいたいカムガーでいうとね、4万5000ドンとかでも安いかもしれないですね。5万ドンとかそれぐらいかなっていう感じですけどね。3万3000ドンでね、ここでカムガー食べれるんじゃない、これ最高でございます。はい、さっき言った通りここね、人募集してるんでね、私もそろそろ部長との関係もね考えたいと思ってますからね。4月に向けて早速ここのお店にね履歴書を送りたいと思います。そういったことでごちそうさまでございました。早速次の5万ドン飯行きましょう。はい、皆さん次のね5万ドン飯行きたいと思うんですけれどもね、次のお店はね超大人気店のお店となっております。私もね結構久しぶりに行くんですけれどもね、ここかな。すごい混んでますね。ここでバイクを止めてですね、この裏路地まで来ましたけれども、こちらがねお店になっております。文龍屋さん、すっごい混んでるね。場所あるかな。中もいっぱいだ。こちらさっきも言った通り大人気のね文理屋さんになってね、朝も昼もすごいです、お客さんが本当に。もうね私は黙って頼んでね待ちます。はい、到着しました。こちらが文龍となっております。見てください、もう具だくさん。そしてね私の友達草も来ました。でこれね入ってるものはね、この豚の血、そしてこの文龍といったらこのねカニをこのなんかしちゃったやつですね、これね。そしてこのもうさつま揚げっぽいやつ、揚げ豆腐で、このかまぼこっぽいやつで、文龍なんてねもちろんこの文でございます。はい、この私の友達この草を入れています。混んでるんですけど頼むとねすぐ来ましたね。3分ぐらいかな。本当なんかもうね熱々です。本当にもうあちらでねおばさんたちが作ってくれたところなんでね、もう熱々です。本当にすごい美味しそう。それではスープからいただきます。見てください、この透き通るこのスープ、私みたいです。すっきりとしたね、なんか私なんか最近すっきりとしか言ってないんですが、
本当にすっきりとしてるんだけど、本当にコクがすごいね。カニの身の味もするね。他のやっぱりね、魚介の味もすごいするな。これはね、飯入れてまいります。でこちらはね、こういったマムトムね、そしてこのチリ、こちらライムもね、こんな感じでございますね。マムトムをね、この中にがっつり入れて食べる人もいるんですけどね、これはね、フォムはうめえ。で具もさ、たっぷりですよ、本当に。台所、向こうのキッチンね、大混雑ですよ、本当に。皆さん、もうショッピーとかグラブとかの配達員の人が来て、持ち帰りですよね、あったりとか、店内のお客さんも多くて、ちょっと私も本当ね、ここで働きたい。ちょっと崩れちゃいましたけど、最初見せたこのカニのね、このケーキみたいなやつあったんですけど、これが風味がすごいです、カニの。これ見てください、これ貝もいます。もう100個欲しいな。もっと草を入れよう。以前ご紹介した私の行きつけのね、分類屋さんがあるんですけど、そこのね、お店のスープと全然違うね。向こうの方は甘みがあるんですけど、こっちはほんとすっきり、本当にコクがあって、こっちの分量もいいね。こっちで久しぶりに食べたんですけど、ちょっと週一できます。皆さん、貝もね、5個入ってますよ。すごいな。あった。この風味がすごい。他のお店に行くとね、こういう分量のこういうカニのものって固めなんですけど、すごい柔らかでね、口の中で溶けますね。具もいっぱい入ってね、大満足です。もうお客さんももう出たり入ったりですよ、もう。今当たり前のこと言いました、すいません。まだ草がこんなに残ってますからね。でもなんかすごい、いくらか心配になってきたな。貝もすごいわ、入ってて。やばい、これもしかしたら一番高いやつ頼んだかもしれない。ちょっとね、新鮮なライムありますからね。僕ぐらいになったらこれ一番最後で絞りますから。これでスープだけでも最高。最後にライム入れてもいいわ。よりね、味が引き立ちますね。最高でした。それではこの5万ドンでお会計いたしましょう。もしかしたら5万ドン超えるかもしれません。合計4万5000ドンでございます。5000ドン帰ってまいりました。分量はね、比較的ね、安く食べれるんですよ。私がよく行くところだと3万5000ドンかな。このお店4万5000ドンでちょっと高いんですけど、ただね、具がいっぱい入ってるんで、これはね、もう私受け入れます。4万5000ドン問題ありません。ただ良かったのがね、これで5万ドン超えてたら、ここで私のこの5万ドン飯シリーズ終わってたんでね、良かったです。このお店ね、非常に有名なんでね、概要欄にね、このお店情報載せておきますから、ご興味ある方ぜひ来てみてください。そういったわけでね、次の5万ドン飯行きましょう。向こう側戦場です。はい、皆さんこんにちは。また私です。またね、こちらね、川沿いの方に来てるんですけれどもね、この川沿いはね、もう有名なお店がね、たくさんありましてね、またそのうちの一つの方に行きたいと思います。行くのは初めて。5万ドン超えるかもしれませんけれどもね、そんなの関係ありません。またこの路地感がいいですね。この目の前また川です。私ね、川好きなんでね。で今日食べるのはこのカニの麺バンカンコアになっております。いいですね。ひげが生えてます。こういう店はうまいよって、ここね本当に有名店でね、初めて来るんですけれどもね、こちらで早速、やばい、5万8000ドンって書いてます。私はこの4万3000ドン食べたいと思います。ここね、
土曜日とかね、朝通ったりするとね、すっごい混んでるんですよ。もう昼もね、結構混むんですけど、ちょっと今日遅めに来てるのでね、空いております。ありがとう。もうね、ここね、最高ですって。目の前にバイクとトラックが半端ない。ただいいですよ、これまたこの排気ガスがこうバンバン来て、ここでさね、お店を持ってね販売するわけだからね。ここのお店実は前から来たくてね、非常に気になったお店なんですけれどもね、楽しみです。できればね5万ドン超えたもの食べたかったんですがね、しょうがない、5万ドン縛りがありますから。このもう唐辛子、もうバンカンとはもうこれをかければかけるほど美味しいですからね。私はかけません。はい、こちらがバンカンクワですね。バンカンっていうとこのね、皆さんタピオカ麺になっております。前の動画で食べたね、あのバンカンは、あちらはね米粉になってるんですけど、こちらはねタピオカ麺でございます。これ見て、これこんな大きいエビが1匹、そしてこのカニのエビなんか揚げたやつね、これもうまいです。そしてこの皆さん昔な懐かしの揚げパン、そしてこれ見て、これカニのこのつみれね、で豚の血、今回豚の血祭りですね、ほんとね。でこのチャーシューね、具たっぷりだよ。これ見て、このとろみ。いただきます。すいません皆さんね、また私黒 T シャツですけどね、どんだけ黒好きなんだって思われるかもしれないですけどね。いただきます。まずはこのね、見て、このねっとりとしたこのとろみのあるスープ、いただきます。もう私の舌に絡んできます。素晴らしい。このねっとり度すごいね。久しぶりだわこんなの。カニのエキス非常に感じます。日本海を泳いでいるようですね。これ早速これいただきましょう。これカニのね風味がするこのクラブケーキっていうんですか。いただきます。歯ごたえもあって、カニの風味とつみれの味がこうバーってするね。非常にうまい。このタピオカ麺とチャーシュー、バンカンクワってね、やっぱりカニを使ってるんで非常にねお高いんですよ。ただここ4万3000円でしょ。素晴らしいね。でバンカンクワはね量もあと少ないんですよ、通常ね。ただここね本当に具たっぷりです。たまにねバンカン屋さんクワ屋さん行ってね食べるとね、もう怒りがこみ上げてきますよ。これで6万ドンかみたいなね。ここ素晴らしいわ。せっかくなんで少し辛み入れましょう。このエビでっかい、もう新鮮そう、プリプリ。バンカンとおっさんと道路です。これが醍醐味よ。こうやってね、ちょっとうるさいなおい。かっぱえびせんみたいな、これ最高よ。これあと100個食べれます。ちょっとねスープ吸ってふにゃってるんですけど、本当はね結構カリカリしても食べれて、本当にエビカニ、まあもう甲殻類の風味がすごい。これ売ってほしいけどね、なんかかっぱえびせんみたいに。昔懐かしの揚げパンね。これもねスープ吸って美味しいのよ。この唐辛子入れてこの辛みが効いて非常にいいね。うずらもいます。2時ちょっと過ぎなんですけど、この時間になってもお客さん入ってきますね。これ見て、これ絶対うまいでしょ。これカニの風味がすごいわ。まだとろみありますね。こういったスープやっぱ日本にはないよね。このタピオカ麺のこのツルツル感もね、やっぱりこれはバンカンのね、このクワのお店で食べるものですからね。分とかさ、そういったのはいろいろ
スープとか、ブンティップンとかね、スープなしとかいろんな料理にブンって使われるんですけど、このタピオカ麺はやっぱりこのバンカンしかねおそらく使われないと思いますからね。ぜひぜひ食べてください。追い飯入れたいね。卵入れてご飯入れておかゆにしてもすごいうまいと思う。これはもう再来店確実です。ごちそうさま。もう値段分かってますけど、この量でこの味、この値段最高ですね。そうしましたらこの5万ドンでお会計いたしましょう。はい、合計4万3000ドン、7000ドン帰ってまいりました。ありがとうございます。このねバンカンコアはね本当にベトナムホーチミンでいろんなところにお店ありますし、このお店もね非常に有名なお店で、概要欄の方にねお店情報入れておきますので、ご興味ある方はぜひ来てみてください。そういったわけでね、まだ5万ドン飯の旅は終わりません。次の店行きましょう。腹ペコだ。ホーチミン暑くなってきておりますけど、食欲は減りません。今日来たお店はこちらのお店。見ての通り、このミークワンとねカオラオのお店となっております。こちらのお店でね、この店名にもありますけど、カオラオ、こちらねホイアンとかダナンの方に行くとね食べれますけれども、この名物料理いただきたいと思います。非常にこじんまりとしたねお店なんですけれども、非常にこの店主の方がね優しくて気さくです。カオラオうどん、今店主の方が私は日本人って言ったらねうどんっていう風に私に話しかけてきてね、というのはこの今頼んだカオラオっていうのはね、見ていただくと分かるんですけど、うどんにね非常に似てまして、伊勢うどんにルーツがあるっていう風に言われてたりはするんですけれどもね、ちょっと形状が似たねこの麺料理ねいただきたいと思います。カオラオ料理は私以前2回ね私の動画で取り上げてまして、1回目はホーチミン、そして2回目はホイアンに旅行行った時にね取り上げましたけれども、今回3回目久しぶりとなっております。日本の夏部活の部屋に絶対置いてあるこの麦茶いただきます。お茶です。あったかい。実はこのお店ねカオラオ料理とかミークワン料理では有名なお店でね、結構評価高いお店になっております。大将が出前に行きましたね。ここからここですからね。店主の方がねこれかけた方が美味しいっていうんでね、これかけていただきたいと思います。ライムも絞っていただきます。後から来るから絶対混ぜるなって言われましたね。美味しい食べ方があるみたいなんでね。ちなみにこれ入ってるのはこれねチャーシューと、そしてこの下に見えますこのうどんっぽいこの麺ですね、こちら、そして草、そしてこれはね何か分かりません。揚げた何かですね。早速ね店主の方を呼んでね混ぜていただきましょう。下にこうスープが溜まってるんで、これをやっぱ混ぜなきゃいけなくて、あとライムはね絶対取り出すなって言われて、今こうやってねつけられてます。店主の方に聞いたらホイアン出身です。本場。いや、変のか。混ぜたら汁がねなくなっていくみたいですね。混ぜていただきました。もうさっき汁がいっぱいあったと思うんですけど、とにかく混ぜて汁がなくなるまで混ぜなさいってことでね混ぜていただきました。本場の方に混ぜていただいたこのカオラを早速いただきましょう。店主の方がもっと混ぜろってことなので混ぜますよね。私の右前にいますからね。この伊勢うどんがルーツになったと言われるこのホイアン名物カオラをいただきましょう。うまい。下に溜まってたソース汁あるじゃないですか。醤油ベースですね。やっぱ混ぜることによってこの麺にもうなんだろう浸透して
非常に美味しい。このチャーシューね、店主の方に美味しいって言ったら、もっと辛み効かせるともっと美味しいって言われましたね。お肉もうまい。ペロリといけちゃいます。少ない。コシがありますね、麺は。初めてですよ、このライムをずっと入れたまま混ぜるって。もうこの果肉がないですからね。勉強になるね。ちょっとこのカリカリっとしたものね、もうこれもね、懐かしい味。このタレを吸って、これも美味しいスナック菓子。もうほんと汁ないもんね。うめえ。これはいいわ。本当に草の量とこの具とでこの麺自体が美味しいから、本当に完璧です。ここはあれだわ、すぐ来るわ。またこれ動画撮ってなかったら2分ぐらいで食べ終わるよ。いや、うまい。ホイアンで食べたのも美味しかったけど、そこぐらいの味のうまさあるね。やっぱこの麺だよね、ほんとね。このライムの皮さえも美味しそうに感じるからね。やめてください。本当にサテが入ってるんで、最後になってもこの辛みが続いてね、非常にごちそうさまでした。最高です。最後にこの部活温かいお茶いただきます。いや本当にね、速攻で食べちゃいましたね。それではね、早速この5万丼でお会計いたしましょう。はい、ごちそうさまでございました。合計なんと4万丼ですよ。この本場のホイアンのこのカオラを食べれて1万丼戻ってまいりました。ありがとうございます。店主の花と話したらね、こちらでね6年、営業されてるみたいでして、本場のこのねカオラをこのホーチミンの方でね提供したいということでね、こちらの方でお店を構えてね営業されておりますので、ご興味ある方ぜひね来てみてください。こちらのお店ね、カオラオだけじゃなくてね、ミーコアン、こちらもねなんと4万丼で同じ値段で販売されてます。カオラオも美味しいんでね、ミーコアンも絶対美味しいと思うんでね、必ずねまた再来店したいと思います。 Google マップにもねこのお店載ってましてね、評判も非常に高いのでね、味は間違いないかと思います。非常に満足でございます。ただね足らないんでね、早速また5万丼飯行きましょう。皆さんまたね川の方にやってまいりました。お前どれだけ川好きなんだって言われるかもしれないんですけどもね、川好きです。はい、この川のほとりにあるね、皆さんやっぱりフォーをね忘れちゃいけないのでね、こちらフォー屋さんの方にやってまいりました。こちらのお店ね、素晴らしいお店でね、安くフォーが食べれて、しかも美味しいんでございます。はい、こちらのお店ね、フォーがね3万2000丼から食べれちゃうんですよ。で私注文したのはね、もうダクビエットで全部入りで4万2000丼のものになるんですけど、もう今時ねフォーをね3万丼台では食べれませんからね、素晴らしいです。やっぱいいじゃないですか、川が。もうね、お前何回川で食べんだっていう話なんですけれどもね、すいません、私改名します。川健二で行きたいと思います。あわゆくフォーを忘れるところでしたね。やっぱりこのベトナムのこの国民食ですから、これを食べなければ始まりません。たださっきも言った通り、本当フォーをね値上がりしてて、牛肉使ってるんでね、年々ねお高くなってますからね。本当に高いお店だとね、普通に下手したら10万丼近くいきますからね。日本で食べたらもちろんもっとしますけど、やっぱりベトナムのこの国民食はね、できるだけ安く食べさせていただきたい。はい、到着しました。こちらねフォー全部乗せになってます。もうこのミートボール、そしてこの火の通った牛肉、そして生の牛肉ですね。
あと牛すじもね入っておりますけれども、皆さんフォーもうボリュームが結構すごいね。いやー素晴らしい。そして皆さん忘れちゃいけないです。この私の友達草もいます。そして新鮮なライム早速いただきましょう。この草をね入れれば入れるほど美味しいですから。でこの草、このね草が一番好きです私。もう草がこうねいっぱいになるまで入れちゃってくださいね。まずスープから。南部のホーチミンのフォーですね。ちょっと甘みがある。それではメインのフォーですね。味が濃いね、ここのフォーは。うわ、これは素晴らしいわ。この値段でこの味で、このもうどこかわからない肉、牛すじですね。牛肉がこれだけ入ってさ、この値段だもんね。せっかくライムあるんで絞ります。ミートボール、これはいいわ。ベトナムに住んでるとフォーってあんま食べないんですよ。私も久しぶりに食べるんですけど、やっぱうまいね、久しぶりに食べれると。ここも有名なお店で、川のあたりさバイクで通ったりして、ここのお店見たりすると結構ね混んでますからね。だってこの値段だもん。本当に庶民の味方です。注文するときにこれダクビエットっていうスペシャルなんですけど、スペシャル頼んだら4種類具頼んでいいって言われて迷いましたもんね。こういうジャンとかさ、こういうチリソースもね置いてあります。こういう安いお店でもさ気配りですよ。こういうね唐辛子もありますしね。これ見てください。これニンニク入れちゃおうか。ニンニク入れるともうかなりニンニク味が強くなりますからね。満足だわ。またこの皮をね皆さんね見ながらまた食べるっていうね、もう素晴らしいよ。もう同じこと言ってます。ベトナムのフォーってこういう生肉をね入れるバージョンもあったりするんですけど、私はあんまり好んでね生肉入れないんですけどね、今回はねもう入れちゃいました。ベトナムの人はね結構頼んで入れますけどね。逆に3万2000ドンの一番普通のものを食べてみたいね。多分1つか2つぐらい具材入ってると思うんですけどね、それが普通なんですけどね。このスープはねご飯がすごい合います。本当にスープは濃い、飲み応え、そして食べ応えがあって素晴らしいですね。もうご飯入れて卵を落としておじやで食べたいね。はい、そういったことでごちそうさまでございました。お会計しましょう。はい、合計ね4万2000ドンでございました。8000ドンのお釣りでございます。素晴らしいですね。これだけ具が入って4万2000ドンっていうのも非常にねもうコスパ素晴らしいですね。ちょっとメニュー見ると手書きでこう値段がねこう直されてて、もともとこう普通のものだと1杯3万ドンですよ。でダクビエット全部乗せだと4万ドン、それがまあちょっと値上がりして2000ドンアップになったみたいなんですけれども、こうやってさもう物価が上がってる中でも素晴らしいですね。もう週4できます本当にもうはい、そういったわけで非常に味も美味しくてね満足でございました。そういったわけで次のお店行きましょう。5万ドン。はい、皆さんこんばんは。夜になりました。最後に食べるのはやはりカムタン飯でございます。これ今焼いてますけどね、やっぱり私の大好物豚肉いただきたいと思います。おかみさんがねもう顔をフルフェイスで焼いております。今回恒例となりましたね。目の前これ道路です、関係ありません。はい、でもすぐそこでこれ台所ありますからね。
今回ね頼むのはね豚肉とそして卵乗っかったやつね頼みたいと思います。頼むから5万丼超えないでくれ。このお店ねちょっとちっちゃいお店なんですけど、後ろもねもうお客さんいらっしゃいますし2組ね、こっち側にもねお客さん来てね繁盛してます。はい、到着しました。こちらがね炭火で焼いた豚肉に、そして卵、下にライスが眠っております。でこのねもうぬくまもねもうたっぷりかけちゃってください。ドバーッともうかければかけるほどうまいですから、これ浴びさせてください。はい、それではいただきましょう。ちょっと暗さがある。こっちで食べよう。ちょっとこの席ね暗いんでね、後ろお客さんが行ったんでちょっと後ろ座らせていただきます。この光のね明るさで見え方でちょっと料理の美味しさがね変わってくるんでね、せっかくね美味しそうなんでねここで食べさせてください。よっしゃー。ちょっとねすぐいいですか。ご飯少なめだなおい。すいませんおかみさん、すいません汚くなって申し訳ないんですけどかぶりつかせていただきます。さっきぬくまもかけたじゃないですか。うまい。本当にお肉も柔らかくて最高。飯飯がさ足らないや。飯おかわりして大丈夫かな。もしかしてねもう5万丼超えたらもうこの動画出せないんで、最後の動画ですよ。もう頼んじゃおう。もう関係ないわ。あと豚肉これ100枚ぐらい欲しいなおい。ちょっと待とう。ご飯すごいもうわちゃわちゃしちゃってるけど、でもスープあります。これ見てください。これデザートじゃないんで絶対にこれねパクリとしないでくださいね。ここでもう鼻がやられます。はい、でこれ見てください。これもうオンしちゃいましょう。こうなってくるともう肉が足らないよね。さすがにこれ肉頼んだら5万丼超えるからな絶対に。これはやらない。おかみさんが持ってきてくれました。またこの追加のこのぬくま、これだよこれ。すいません私ねカメラの設定をちょっとねいろいろいじってしまいましてね、5分ぐらいね飯を食うの中断しておりました。ちょっとすいません。飯がちょっとね冷えちゃって見えるかもしれないですけどね、申し訳ない。味は変わりませんから。必ずこういうお店ってこういうねスープがついてくるんですよ。いいよね。ひき肉とこの草のねスープです。手で失礼します。脂身が一番うまい。私大体カムタム頼むときはもうこの豚肉と卵セット、どこ行っても大体そうです。カムタムは他にもねちょっとなんだろう卵焼きみたいのつけたりとか、あと豚の耳とかそういったね付け合わせもあるんですけど、そんなに個人的に好きじゃないんでね、あとつけると高くなりますけどね、やっぱりカムタムにはこの目玉焼きだけで十分。手で食うとよりうまい。こんな感じで半ライスというかね壊れてるんですよねお米がね。このカムタムのね語源にもなってるんですけど、なんで普通のお米よりちょっとちっちゃめなんですよね。あと100杯食べれるな。このカムタムは結構私頻繁に食べるんで、あんまり外れはないですよね。ほんとどこ行っても美味しいです。ごちそうさまでした。ちなみになんですけど絶対にこれガブリといかないでくださいね。気をつけてください。それではこの5万丼でおかけしましょう。はい、ごちそうさまでございました。そうしましたら皆さんこのヘムの中に入っていきましょう。いやこういうね飯を食べた後にねちょっとこうヘムを散歩しながら帰るっていうのはね非常にいいね。そういったことで皆さん今回ね5万丼飯ということでねやっていきましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。
ベトナムはね本当にまだまだ日本に比べて物価は低くてですね、いろんなものが日本よりも安く食べれるんですけれどもね、その中でもね5万ドンでこんなものが食べれるのかというのをね皆さん感じられたんではないでしょうか。むしろ感じてほしい。はい、今回ご紹介したのはね本当にベトナムのこの5万ドンで食べれる料理のねほんの氷山の一角でございますからね。ベトナムにいらっしゃった際はねぜひ皆さんいろんなものを食べてね、ぜひこれぞ5万ドン飯っていうのをね私にも紹介してみてください。そういったことでね皆さんもうこのジムがある、入会しようかな。ちょっと待って、ジム見させてください。エンディングに行こうと思ったんだけどめちゃめちゃいいジムだ。私が行ってる28万ドンのジムより全然いい。私が行ってるジムは扉ないですからね。はい、そういったことで皆さん私ねこのままちょっとヘムの中を歩いてねコーヒーでも飲んでね帰りたいと思います。それでは皆さん今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ヘムがいい。